皆さんこんにちは。最後の動画からずいぶん時間が経ちましたね。皆さんはお元気ですか？その間にヨカチャンネルのメンバーが変わりました。みじんさんが人気が終わっていなくなりましたよ。悲しいですね。寂しいですね。はい。しかしご覧の通り新メンバーが来ました。はい、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、皆さんはじめまして、キム・ジヒョンと申します。韓国の首都のソウルから参りました。はい、今年の4月着任したばかりです。これからもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジヒョンさんが、日本佐賀に来ていろいろ、2ヶ月ぐらいかな経って、あ、これ韓国と違うなとか、こういうのがあるんだっていろいろ気づきがあったと思うんですね。はい。で、今日はその気づき、思ったことについていろいろご紹介をしてもらおうと思ってます。はい。どんなことあるんだろう。いっぱいあります。じゃあぜひ聞きましょう。早速ですが、佐賀に来て生活している中で、これが韓国ちょっと違うなと感じたことは何ですか？そうですね。まず最初はカーテンです。カーテン？カーテンで、ここに来て一番最初に買い物に行きましたけど、そのお買い物の時にファンさんと雪武さんが最初にこれを買いなさいと紹介してくれたものがカーテンでした。で、韓国ではカーテンは必修的なものではないので、なぜカーテンかと思ったら、でレースカーテンと普通のカーテンと4枚セットですね。で、初めて見ました。そういうレースまでセットのカーテンは韓国ではあまり使わないかなという感じですね。韓国1枚1枚使ってます。で、そのカーテンよりはその窓が二重になっていて、それが防音とか遮光とか、そういう役割をしてますので、普通ブラインドぐらいで終わる場合も多いし、でここのようにカーテンを第一のお買い物だというのはちょっと驚きました。私の国だと夜は閉める、昼間は開けるというような、決まりじゃないんですけど習慣があるから、ずっと家の中暗いなとなんか思ったことは私もありました。そういえばそうだったな。そうね、カーテンはそんなに使わないんですけどどちらかというと遮光とかそういう光伏せるために使ってて、ほぼ家にいたら窓を含めてドアとかも全部開けっぱなし。そう開けっぱなしで、自分が風が通るような。そういうこともあるし、人がいるよっていうことをアピールしたい。むしろ見せるんですね。そうですね。見ても大丈夫ということで。なんか日本はその防犯の意味もあって、なんか誰か性別とかどれくらいの人が住んでるって分かると、なんか窃盗とか、そういうその防犯的に良くないからあまり生活を見せないっていうので見せない部分もあるかなって。日本に生活し始めて、佐賀に生活し始めて、ちょっとまだ慣れてないところっていっぱいあると思うんですけど、慣れてないことを一つ紹介してもらってもいいですか？コンビニです。で、なぜかというとコンビニの支払い方法が難しいです。で、コンビニだけじゃないですけど、日本にはお支払いの方法がいろいろあるじゃないですか。で、それが最初にコンビニ行って、これでお願いしますと出したら、画面の中で選択してくださいと言われて、私からという感じで難しかったです。で、今もちょっと慣れてないです。で、行くとこによってそれが違うというのが今ちょっと難しいですね。
行く場所によって提供してるその支払いの方法があるかないか場所もあるけど、自分が分かってないと、その私がって言ってたじゃないですか。確かにそれで自分で押さないといけない、だから、どれって多分慣れてないと、なんとかペイなんとかペイ、電子決済系 QR コード系、難しい、そういろいろあるからそっちがやってくれないと思いますよね。そうなります。韓国で主流なのは携帯での支払いのカードとかですか？クレジットカードの、実物のクレジットカードを一番使ってると思います。その次はサムソンペイが、韓国ではサムソンペイを使ってる人が多くて、最近になってはその日本と同じくその何かペイを使う場合もありますけど、でもやっぱりそのカード、クレジットカードとまたこちらのデビットカードみたいなチェックカードというのがあって、それを使う人も多いです。じゃあ現金なくても、現金あんま使わない？現金を使ったのがいつかちょっと覚えてないぐらい韓国では現金はあんまり使ってないですね。じゃあ現金しか使えないお店は少ない？あんまりないと思います。それはオランダもほとんどなかったですね。佐賀には気をつけてください。いつも持っています。持ってた方が安心ですね。その他に驚いたこととか不思議に思ったこととかありますか？皆さん初めて私を迎えに佐賀空港に来ましたね。で、ゆきたぎさんが運転する車に乗ってみんなで行ったじゃないですか。その時初めて言った言葉覚えてますか？車の中で？車の中で。で、お願いしますと言って出発するのを聞いて、お願いします私も言わなきゃが驚きました。そうですね。なるほどね。で降りる時はありがとうございますというなんか決まり文句みたいにセットになっているなという、そういう誰かに挨拶というか、その声をかける、そういう表現が面白いなと思ってます。やはり日本人がよくそういうの使うもんね。かける言葉を使って挨拶する、ちゃんと挨拶しましょうみたいな運動はあるもんね。そのちゃんと挨拶する中で、これはしなくてちょっと歯がゆいところもあります。で、ご飯の前に美味しく食べてくださいという言葉が最近めちゃくちゃ言いたいです。で、韓国ではいつもご飯の前に美味しく食べてくださいという挨拶をするから、でここでは何も言わないで無口で食べますね。だからそれがちょっと言いたくなります。何と言うんですか、その挨拶のことは？맛있게 드세요と言います。なるほどですね。それは自分で言うんですか？いただきますみたいに言うんです。それとも、その売る人は言うんですか？言葉が。そうです。売ってる人がその맛있게 드세요と言ってくれると、そう同じテーブルにいる座ってる人にも相手にも맛있게 드세요と言って、食べ始めます。いただきますは方向が違うんですもんね。違いますね。私が今から食べるぞっていうような意味だから、両方言います。両方言います実は。で、美味しく食べてください、いただきます。で、両方食べます。オランダは片方しか言わないんですよ。美味しく食べてくださいっていうのをエイツマークレックというふうに言うんですけど、いただきますはないんですよね。ベトナムはね、そういうのあんまり言わないんですよ。私もですね、皆さん結構いただきますとか言って食べるんです。自分でもう食べようとか。そういう習慣があるんです。でも地域によって北部の方がちゃんとやらないといけないですね。そうだから家族で食べる前に必ずお父さん、お母さん、おばあさん、おじいさん
いる場合は最初おじいさんおばあさんお母さんお父さんみたいな先にどうぞで年上の人が食べてから自分がなんか食べれる待たないといけないっていうのもあるんです。まあ家族の場合ね、家族でそう家族の外はもう多分言わないと思う。ちなみにですね、日本に来てですね、これをしている人を見たことがないです。私ないです。一人も見てないです。でマスクのストラップで韓国でですね、普通これをしている人がいっぱいいまして、知ってない人もいますけど普通ですこれが。で一応私が2ヶ月間は誰にも会っていなくて、で日本ではちょっとしてないのかなと思ってますね。売ってるのは見たことあって、でも周りで確かに見ないかも。見ても多分片手で数えれる、まあこれで数えれるぐらい、あんまり見ないんですよね。なんかピースとかも売ってあるけど、あんまり触らない方がいいって分かってるんですよ。ですね。だからこれが一番手でこう触らなくてつけやすそうですよね。でまた消毒剤のこともですね、ここは液体になっている場合が多いですね。で韓国ではそのジェルタイプで、色も入ってて香りも入ってて、でバラの香りとかピンク色の消毒剤がいっぱいありますけど、ここにはどちらに行ってもチッってスプレータイプが多くて、なんか本当に病院に来てるみたいっていう感じはしますけど。色も入ったのが確かにちょっとね不思議ですね。そうですか？でハンドクリームみたいなその一緒にセットで、なんかこれを塗ってからハンドクリームをっていう感じですね。でそれのように香りもあって、いろいろ面白いね。大体日本透明ですね。白みたいな、消毒ってそう病院って感じ。病院って感じです。いやー、なんかいろいろジンホンさんの話聞いて、自分はもう佐賀ここの生活にだいぶ慣れてしまったところもあるかと思うんですよね。だからいろいろその最近来た人の気づきを聞いてなんか新鮮だなと思いました。私もいつかはだんだん忘れちゃうと思いますね。で今を楽しみます。でいろいろ教えてください。お願いします。では次の動画もお楽しみに。